はい、レファレンス2021です。今回は仮時計プレゼンツ腕時計レビュー第6回目をお届けいたします。この企画では褒めるところは素直に、ダメなところはしっかり物申す、時計レビューを通して本当に使える納得できる時計とは何かを私の目線でお届けする他にはないものとなっております。そして本日レビューするモデルはこちらになります。チューダーのブラックベイ58ですね。で、ここからは実機を着用して気づいた残念だった点っていうのを素直にですね、共有していこうかなと思います。ここもう一度だけ申し上げておきます。あくまで定価60万円台であるということ、これを念頭にお聞きくださいということですね。ちょっと主観なんで言い方すごく難しいんですけど、ここはね、各部のレビューを通して私がこう感じた理由をね、お伝えできたらなとは思うんですけど、どこがどうっていうよりも、まず手に取った第一印象が60万でこの質感かっていう正直残念感っていうんですかね。そこはもう率直にありました。なので、もしチューダーを次の購入候補として手持ちの時計からアップグレードを考えているんだとしたらですね、今お手持ちの低価格機、そういった時計から圧倒的なクオリティ差を感じにくいかもしれません。一般的にはね、60万円出すってなると、やっぱ高級時計買ったぞっていう満足感もね、やっぱ欲しいって方多いと思うんですけど、そこはね、過度に期待するとちょっとかもしれないですね。では各部のダメポイントっていうのをちょっとレビューしていこうかなと思います。デザイン面ではいいと言ったんですけど、個人的に質感の評価は低かったです。ボンベダイヤルで立体感が出ているはずなのに、印象はね、なぜかのっぺりして奥行きがない文字盤だったんですよね。おそらくこの原因はフラットなマーカーと夜光面積の広さから来るものじゃないかなと思います。で、プレスで抜きっぱなし感の強い針とマーカーっていうところですね。個人的にチューダーのデザインで一番のマイナスポイントは、夜光部分が悪目立ちすることなんですよ。イカバリとかマーカーの妙に真新しくて白々したフラットな夜光っていうのは、ヴィンテージテイストの中で完全に浮いてしまってる印象を持ちます。このマーカーには夜光がこれでもかってほどみっちり充填されているんで、真っ白な板がボコッと文字盤に張り付いたような違和感が強いんですよね。視認性を優先したって言えばね、聞こえはいいんですけど、文字盤から悪い意味で浮いちゃってますよね、これ。イカバリもデザイン的なアイコンになっているんで、ダイヤル上の主張が強いんですけど、この真新しい夜光が全体的なトーンに馴染んでいるとは言い難いんですよね。これらを例えるんだとしたら、老婆のルージュとでも言うんですかね。唇だけが異常に目立ってるっていうような違和感に近いかもしれないです。全体のトーンに合わせた繊細なエイジングコントロールっていうのがなかったのが惜しまれるなっていう感じですね。ここはダメっていうよりも完全に個人の主観なんですけど、夜光のグリーンが常に結構主張してくるっていうのがやや苦手でした。要は発光量が強いために日中でもマーカーがうっすらグリーンがかって見えるんですよ。その色がどうしてもね、私は苦手でした。ここでもね、老婆のルージュ感っていうのがパワーアップする感じで、要はすごくチープな印象が強くなる感じがしちゃったんですよね。次はね、ブレスレットなんですけど、質感は価格なりなんですけど、問題は全体とのこの雰囲気と統一感かなと思います。あえてヴィンテージ感を狙ったっていうより、作り込みの中途半端さのせいで、単に安いブレスの雰囲気しかないんですよね。想像以上に安っぽくさせている原因っていうのは、やっぱこのフェイクリベットのブレスゴマ装飾だと思いますね。
やはりコマの加工精度が価格なりなんで、この装飾がチープさに輪をかけちゃってるんですよ。もうこれなら一層文字盤同様に質感をもう捨てちゃって、本物のリベットブレスにした方が断然雰囲気に合ってていいと思うんですけどね。確かに今ではむしろソリッドリンクより製造コストが高価になっちゃうんで難しい判断かなとは思うんですけど、チャチなリベットブレスの方が高価なわけないじゃんって意外に思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、チューダーレベルのね、世界ブランドになっちゃうと、いろんなレベルのユーザーの使用用途に合わせて、現代の基準に沿った強度ですとか、安全設計っていうのが求められちゃうんですよね。そうすると、小さい会社みたいに、単なるファッション目的だけで、こういったリベットブレスを作るわけにいかないんですよね。そうなると、どうしても、高価にならざるを得なくなっちゃうんですよ。その上、見た目も合成感もソリッドリンクよりチャチになっちゃうんで、それを使ってね、入門者に60万円台の納得を与えるっていうのは、やっぱり難しいと、経営陣が判断するのは仕方ないと思うんですよね。けど、どうせね、今のソリッドブレスでこの質感なんですから、チャチさは大して変わんないと思うんですよね、正直。だから文字盤みたいにね、ボーントゥーダレーでもう思いっきり振り切ってしまっても、私は全く問題ない質感かなと思いましたけどね。あともう一点ね、発売時期的にここは仕方なかったと思うんですけど、クイックアジャストの T フィットっていうのが、このモデルは未実装でした。ここら辺はね、現代的なスペックっていうと、もう一般的になりつつある箇所かなとも思うんで、設計の古さを感じる箇所かなって思いました。定価30万円台ならね、これ気にならなかったんですけど、今の価格ではちょっと厳しいステージにちょっと来ちゃってるかなって思います。これでブレスをちょっとまとめるとすると、機能性こそロレックス譲りでしたけど、質感は並、装飾はチャチで設計はちょいフル。しかもデザインの統一感に欠けるという、トータルでは残念なブレスだったかなと思います。全体的にマット感が強すぎるっていうところですね。ここは完全に主観です。チューダーの飽きられやすさっていうのはもしかするとこの過剰なマット仕上げのせいなんじゃないかと感じますね。ケース、ブレスの側面っていうのは確かに鏡面仕上げになってるんですけど、正面から見ると針、マーカー、ラグのシーメン取り以外全てマット仕上げなんですよね。なので時間を確認する際にですね、光の反射による表情の変化っていうのが乏しかったですね。ローレットも刻みが細かすぎて表情を変えるほど光を捉えないんですよ。こうしたことも私が妙にのっぺりした時計と感じた理由なんかなと思います。表情が乏しい時計ってどうしても単調に感じるんですよね。つまり飽きやすいってことなんですよ。例えばどんなに美人で可愛くても365日ずっとアヒル顔されたらやっぱつまんないじゃないですか。それと一緒なんですよね。いろんな表情が光で移ろうからこそ身につけるほど意外な一面に気づいて、さらにその時計への愛が深まるって私は思ってるんですよ。実用時計だからこそコストバランスと傷を目立ちにくくするためにマットなのはわかるんですよ。だからなおのこと文字盤にはもっとツヤ感があってほしかったですし、アルミベジェルにも光沢をつけてもいいんじゃないかなと思うんですよね。こんなことね、ここで私が改めて言うまでもなく、時計ブランドのデザイナーなら100も承知なはずなんですよ。もちろん好みの問題ですとかデザインの方向性もあるんで一概に言えないとは思うんですけど、こういったところからですね、ロレックスグループにおけるチューダーの戦略っていうのがやや透けて見えた気がするんですよ。要はサブマリーナに誘導するためにあえて飽きやすいデザイン、そういったものを採用してるんじゃないかって
うがって見てしまったんですよ、私は。もしこうした作為があるんだとしたら、私はやっぱり共感しかねますね。グループ内ヒエラルキーっていうのがユーザーにとって好ましくないのは、ロレックスとて例外ではなさそうですよね。スワップ方式によるメンテナンス構造っていうところで、チューダーはメンテナンス方式としてムーブメントのスワップっていうものを採用しています。つまりオーバーホールとか修理をするときに中身丸ごと別ムーブと入れ替える方式なんですよね。世界中の使用済みムーブメントをスイスで再整備して各国の正規店では技術者不要で交換だけを行う仕組みなんですよ。この方式はサービスコストっていうのを大きく削減できるんで、確かにユーザー側にもメリットがあります。でもメカニカル原理主義者の私はそこに違和感を感じました。やや哲学的なお話になるんですけど、例えばこれまで自分が大切に使ってきたムーブメントが壊れて中身が丸ごと交換されて戻ってきた時計にこれまでと同じ愛情を持てるかっていう問いがあるんですよ。私の場合ね、脳移植されて別人になった時計に触れてるような感覚っていうのがやっぱ消えないんですよね。こうなってしまうと。これって英雄テセウスの船の哲学実験をさせられている感覚なんですよね。部品を一つずつ交換していって最後には全て別物になってしまった船。果たしてそれでも英雄の船と呼べるかっていうことですね。この答えは人によって様々だと思うんですけど、どうなんですかね。こういった問題をね、もっと深く知りたい方っていうのは別動画でこのテーマ深掘りしてるんで、ぜひそちらもご覧になってみてください。概要欄に貼っておきます。そして、精度チェックですね。6ポジションで精度計測してみました。数字としては一応コスク範囲内であるものの、振り角は弱めでしたね。何より計測中、全ポジションで振り角と日差はかなりブレてました。このことからおそらくオーバーホールが近い個体だったんじゃないかなと思います。巻き上げ不足の症状も、この影響だったかもしれないですね。で、この結果からこのムーブメントは経年劣化がダイレクトに出るんだなって私は感じました。要は経年劣化をユーザーが感じやすい、気づきやすい設計ってことですね。もちろん消耗パーツはリニアに消耗させるべしっていう、欧州車のような設計思想ならメリットと見ることもできます。例えば欧州車だとタイミングベルトが5万キロで切れるなんてザラなんですよね。日本車乗りからするとこれとんでもない故障に感じるんですけど、定期交換部品っていうのは劣化しやすい素材設計にすることで車全体にはねクリティカルなダメージが及ばない設計だっていう捉えればですね、良心的な設計とも受け取れる、話なんですよ。こういったことって。きっとチューダーもね、そうなんだと思いたいところなんですけども、うがって見てしまうのは、兄貴のロレックスが全く逆の思想だからなんですよ。ロレックスはどちらかというと日本車的で、とにかく高精度に、とにかくタフにっていう、設計思想なんですよね。だからか、やっぱりチューダーに対してあまりポジティブに思えなくて、なんか商業臭さみたいなものを感じてしまうんですよね。現代の加工技術だと安価なパーツ構成でも高精度って比較的容易に設計できるんですよ。だからその分時間の経過とともにですね、劣化しやすくなってしまうっていうのは仕方ないんですよ。けどもしわざとですよ、劣化を実感させる設計にして、スワップメンテで儲ける仕組みとかを作ってるんだとしたら、やっぱオーナーとしては気分良くないじゃないですか。私も従来のね30万円台の時ならメンテの囲い込みで儲けるっていうのはねやむなしと思ってましたけど、今の価格レンジだとやっぱ印象かなり変わりますよ。これ価格関連の話もしておきましょうかね。時計の世界では一般的にリセールが 60% を超えると人気モデル扱いなんですよ。なのでこの 49% という相場の反応は
市場が出した答えなんだろうなっていう、客観的事実として捉えておく必要があるかなと思います。世間の話題性を考えると相場乖離が大きいのはやっぱこれ否めませんよね。だからここで見るべきところは、人気モデルなのに中古相場は追いついていないというところは見ておくべきと思ってます。これらの原因は、例えばユーザーが販売価格に何かが見合っていないと判断しているのか、もしくは買った後の手離れが早いのか、そういったところが考えられるかもしれないですよね。気に入ってしまうとどうしてもアバタもエクボになってしまうんで、こういったね、相場っていうのは冷静に捉えて時計を選ぶ際はより注意深く吟味した方が効果を減らせると私は考えております。で、ここまで実機を使って細かく見てきましたが、最後にまとめます。このブラックベイ58、一言で表現するならジェネリックサブマリーナですということですね。ロレックスと同じ DNA を持つ兄弟ブランドだからこそ、機能的な完成度ですとか哲学的なバックボーンは申し分ないかなと思います。けど実機の仕上げですとか作り込み、設計室はどうしても弟の息を抜ききれてない、そんな印象を持ちました。とにかく60万超えの定価っていうのは明らかに良心的な価格設定とは言えないかなと思います。どうしてもね、ブランド戦略寄りだと私は感じましたね。こうしたね、何らかの違和感を感じている方が多いから、人気とは裏腹にね、低いリセールバリューっていうものに現れてしまっているとも思いますね。じゃあどうすればいいかっていう話なんですけど、これはあくまで個人的な提案なんですけど、少しでもね、サンマリーナに憧れを持っていて、これを選ぼうとしているならですね、私はローンを使ってでも本家に思い切っていった方がトータルで見ても後悔は少ないと思います。なぜなら随所にね、着用するほどサブへの憧れが増幅する狙いで設計されてるっていうのはやっぱ触ってよく分かりました。しかもチューダーを手放すタイミングでは、この BB58 のリセールバリューの低さに加えてですね、今よりサブが高騰しているっていう、この合わせ技で大損して遠回りすることになりかねないからなんですよね。ただ親の小言と一緒で、人は得てして実際痛い目にあってからしかこうした言葉ってなかなか響かないと思うんですよ。なので迷ってる方には私の言ってる箇所っていうのが実際どうなのか、それを知るためにね、1ヶ月レンタルして使ってみることもすごいおすすめですね。これはプロモーションだから言ってるわけじゃなくて、きっと友達でも同じアドバイスすると思います。お店で試着した程度だと本当の使い心地とかデメリットってどうしても分かんないんですよね。実生活を通してこの質感とフィーリングが自分は好きかと、肌で確かめることができるのはレンタルサービス最大の強みだと思ってます。買って自分に合わなかったら20万以上の損失確定しますからね。それが借りとけならたった月額で 19,580 円で試すことができるんですよ。その損失の10分の1以下でお試し保険かけられると考えたら、これ全然ありだと思うんですけどね、個人的に。試して納得すればもうエイヤで買えばいいですし、違和感があれば一回立ち止まれるっていうのは大きいですよ。こういったね、ところで、今の方たちは本当羨ましくて、時計ライフの後悔っていうのが圧倒的に減らせる選択肢があるんですよ。これ使わない手はないと私は思うんですけどね。時計っていうのはスペックでもブランドでも語り尽くせません。最終的に自分の腕に乗ったその瞬間、これだですとか、なんか違うなと、経験と直感で感じるものなんですよね。ブラックベイ58はその判断の軸を与えてくれる存在だと思いました。気になった方はまず一度実機を触ってみてほしいなと思います。もっと言えば使ってこそ見える世界が必ずあります。
以上、チューダーブラックベイ58実機レビューでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしたいと思います。